皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター、小崎です。このチャンネルは、スポーツ文化評論家、玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点で、スポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いしまはい、す。よろしくお願いします。はい、お願いします。大相撲のことについて思いっきり喋ってもらう第2回ですけはい、れども、第2回は横綱のことについていろいろお聞きしたいと思うんですね。はい、というのはやっぱり横綱あっての大相撲というかね、私も子供の頃から大相撲の大ファンだったんですけれども、はい。子供の頃には、誰がいたかな。えまあ、栃若時代、栃錦と若どっ乃花、ち、はい。その土地の、それの前が、えーっと、名前が出てこない。千代の一応山とかいこの前、ましたね。そうですね。鏡里吉葉山。鏡里、鏡里、鏡里。鏡里は結構弱かったんですよね。なんかもろかったといううんか。そうですねえ。ね。それから朝潮がいましたね、朝潮が。はあこういうことを今言うと怒られるけれども、ちょっとゴリラみたいな感じで、すごく荒々しい横綱でしたけれども、それで栃若時代、栃錦若乃花時代の後にが、大鵬柏戸になるのかな。はい。大鵬柏戸で、それから、え北の海、北北の海。の海、北の富士かな。はい。富士、玉の海ですかね。北玉時代があって、北玉時代があって、北はい。の海、北の三輪宇和島。島、輪島。そうですね。それで、貴乃花、まあ、千代の富士が、千うん。代の富士ね。千代の千代の富士時はい。代があって、千代の富士北の海ですね。で、千代の富士の後、そのね、平成入って、まあ、貴乃はい。花、ああけぼのあけぼの。が、はい、一時代築いたって感じですかね。それから白鵬。白鵬一人ね、時代ですかね。白鵬。そうでしょうね。はい。私に言わせると白鵬エルボースマッシュ時代と言いたくなるところも若干あるんですけれどもまあその後のなかなか一人横綱だとか、寂しいなと思っていたらようやく大野里と、豊昇龍。で、これうん。で、小崎さんなんて言いました？王宝時代、大宝大、時代の方に。大宝時代？こ大れ、宝時代。新井さんど、なんて言うんですか？はい。大宝時、なんて、まあ、大砲時代が多いですか大ね。宝時代。大砲時代ですかね。どうなんですかでもちょっと呼ね。びにくいなというのはあまりいいことではないですね。それうん、は。なんかピンとこないなというのはどうなんでしょう。やっぱり豊昇龍がまだ優勝してないということがあるんでしょうかね。どうですか？このうん。時代は続きそうなんでしょうか？新井さんいかがですか？いや、まあ、おそらく大野里一強時代ああー。が来ああ、るのかなという。でも今場所といいますか、11、9月場所、9秋場月場所。所は、頑張りましたよね、豊昇龍。これはそうもう、ですね。気合本割、が違いましたよね。本割で大野里に勝ちましたんで、まあ、うん。はい。対戦成績も、不戦敗を除けば、豊昇龍7勝1敗とそうです圧よね。もう倒してる圧倒的んですよね。にね、う豊昇龍ん。ですね。えただまあ、まだ優勝がないから、また来場所は思い切り優勝を目指してくるんでしょうね。横まあ、綱としての優はい、勝と。そうでしょうね。はい、そうで当然すよね。狙ってくると思います。なるほど。これ、佐々木さん、どうなんでしょうか？大鵬時代になるんでしょうか？それとも、大野里一強時代の方に傾いていくんでしょうか？どう思われますか？うん、これはまあ真面目な話してしまうと、やっぱり今、大野里の力の方が、やっぱり、対戦成績はともかくとしてでもはい。ですね、全体から見ると、大野里の力はかなり抜けていると思うので、ううーん。順当にいん。けば大野里の時代になると思います。たなる。だ、これですね、まあ、玉木さんも本当昔から、ご存知なので、はい。当然お分かりだと思うんですけれどはい。も、なんとか時代っていうのはやっぱりですね、こちらが命名するものではなくて、やっぱ自然とついてこそだと思ってるんですよ。ですので、なるほど。これは特に横審というか、横審委員長がですね、やたら横はい。審後の会見で大砲時代ってこう、やたら名前を付けたがるんですよね。そうですね。横あ審はやっぱりこう、やっぱり横綱をこう、推挙した側はい。なので、はい。両方立てたいと思うんですけども、うん。
無理やりつけて、浸透はしないと思ってるんです。これもう、国鉄からのイーデンに似てると思ってるんですよね。あのいいー伝ですが、いい伝。やっぱり自然定着するものこそが本来あるべきものだと思うので、なるほど。そうですね。これまで横綱何人もいましたけれども、別になんとか時代って言われなかった人いっぱいいるので、はい、そうですね。はい。ちょっでも、と今の時点ではまだちょっと無理があるかなというふうに思ってます。なるほど。今、この、視聴者の方で、いい伝という意味がわからなかった方多いと思いますが、あれは山手線のことを、山手線ですよね。線ですね。山手線うん。をアルファベットの E で、いい伝と言いうん。出した、人がいたという、全然定着しなかった言い方ですけれどもね。そういうふうに、上からやっぱりつけちゃいけないっていうことなんでしょうけれども、新井さん、このはい。横綱っていう制度っていうのは意外と古いもんじゃないんですね、これは私。そう、江戸時代に。はい。地位として正式にな地位となったのは明治42年からなのあで、あ、はい。まあ、それまでは、称号だったわけですよね。強い大関に与えられる称号。強い大関を横綱と呼ばれたというようはい。なで、さ形で。らに、江戸はい。時代になると、一人で土俵入りを行える人、一人は土俵入りをできる人、あ、はあ。うん。それはというの今の土俵入りが横綱。とはだいぶ違うわけですね。いや、ほぼほぼ一緒ですけども、一人で、はいはいはい。それはですから、うん、通常の幕内土俵入りみたいに、はい。大人あ、数でやってたのを、特に強い力士に対しては、一人で土俵入りを行うという、そういったデモンストレーションみたいなのを考案した吉田追風というね、はいはい。はい、まあ、相撲の家元みたいな、あまあ、今あ、もない、吉田司家っていうね、はい。はい、相撲の家元が考案した土俵入りなんですよ。一人土俵入りっこれ、ていうのは。これどうなんでしょうか。やっぱりなんて言いますか、スポーツマーケティング的に言うならば、これは面白いイベントとして、江戸時代に売りであったっていうような感じでよろしいんですかね。解釈としては。完全に売りです。そうですか。しかも、なる。当初は一回限りのイベントだったんです。ああ、なる谷ほど。風と小野川っていう小野川、のが、はい。谷風と小はい、野川ね。はい。強い力士がいるから、はい。この二人にそれぞれ一人土俵入りをさせようと。うん。うそういん。うなんかショーみたいな、うん。あののを考案したんですね。吉田う司家というところん。が。吉田司はい。が、なるほど。そはい。れがもう江戸勧進妻で大当たりして、はい。ただそれは一回限りのイベントという位置づけだったんで、はい。はい。で、その谷風小野川の次に大野松という横綱ができるんですけども、はい。それはもう39年後だったかな、その谷風小野川の。ああ、そんなに間が空いてるんだ。うん、で、その間にライデンがいたんではい。すよ。ああ、雷電多名門ですね。ためもん。はい。雷電、だからライデンあまり、はいくら強くても、はい。当初は1回限りのイベントっていう認識だったんで、うん。だからライデン強いから横綱にしようとか、そういう発想自体は全くなかったんですよ。ああ、あれ、うん。雷電は何か張り手とか、え突っ張りが激しすぎるから、横綱えええに、向かない、横綱の品位がないとかっていうんで、横綱にされなかったというわけでもないんですか？そうじゃする。ないです。当時そあ、の横綱という概念もないんで、そうか。一回限りのイベントっていう認はい識だったんで。はいはい。なるほはい。どね。で、大野松の時代に、そういえば谷風と野川がやったやつをもう一回復活させようってことで、復そっか活させた。らですよね、横綱っていうのは定着したのが。なるほうん。どね。そして、その横綱人気っていうのが出てきて、売りになったわけですね。そうですね。なるはい。ほどね。佐々木さんどうですか？今の新井さんの説明に付け加えることとか何かありましたら。いやいや、もう全然ないです。そこら辺の知識についてはもう太郎さんの方が全然あれなのいで。はい。えでもやっぱり当たったわけですね。この横綱という、なんかイベントが復活する大当たりと。ですよ。はい。大当たりしたわけでうすね。大当たりしまん。したね。なるほど。今私が手元にね、こういう雷電本記という本を持ってまして、この雷電のことを書いた私が一番、飯島和一という方
が書いた本で、私一番好きな本なんですが、この中で小野川と谷風ですか、が、変な回しを締めて、横綱だと威張っているとを、かなり批判的に書いてあって、本当は、うん。ライデンの方がずっと強いんだというようなことを書いてるんですけれども、うん。それで私、なんて言いますか、あの、まあ、横綱っていうのは売りだけで生まれたもんなんだろうな、というふうに思ったんですけど、それともまたちょっと違うわけですね。それ、新井さん。おそらく雷電自身も、はい。なんで俺、横綱土俵ってできないんだとか、そんなこと思ってなかったと思いますよ。ああ、なるほどね。ええ。うん。民衆も、雷電本人も、はい。そこは別に思ってなかったと思います。なるほどね。もううん。別に自分は強ければいいんだというようええ。な感もう、あれはじですか。一回限りのデモンストレーションはい。なんだっていう、そういう認識ですよね。おなそらく。るほどね。なるほどね。それが人気が出てきて、復活して、明治時代から今に至って出来上がってきた横綱という制度ですね。で、そはい。の人気のある制度が今、また、なんて言いますか、人気を取り戻して、大野里と豊昇龍というので続きそうな感じというのでよろしいですか？歴史の流れとしては。はい、そうです。そうですね。それで、この大野里と豊昇龍っていうのは、なんて言いますか、その前にちょっと聞きたいのは白鵬というのがいて、やっぱり白鵬っていうのは横綱としての、なんとかさ、なんていうんですかね、美学横綱と。それには向かなかった方っていうふうに判断していいんでしょうか？新井さんいかがですか？まあ、ちょっと価値観の相違というか、ああ、まあ、白鵬の中の横綱としてのこうあるべき姿うん。と、まあ、日本人が、まあ今までこう、まあ培ってきたと言いますかね、はいこはいはい。う、イメージしてきた横綱と、まあちょっと若干違う気もしますけど。私先ほどエルボースマッシュって言いましたけれども、肘打ちのようなので、相手の顔に肘打ちするようなこともあったし、それから仕切り線のものすごく後ろの方で構えて、もう解説の北の富士さんがもう呆れて物が言えないというような感じ、横綱のやることじゃないっていうふうに言ったけども、やっぱりそういう品位というのは横綱に求められてるということでよろしいですかね、今は。うん。うん、まあ、推挙上にもね、品格力量はい。抜群につき、横綱に推挙すっていう文言がありますから、ありますね。当然力量以外にも求められるものがあって、あって。えでも白鵬にはあまり、なんですか、注意はされなかったような気もするんですけどね。なんか、そう、なぜかちょっと遠慮してた遠慮して、ように感じますけどね。判定にどう抗議して、土俵から去らなかった時なんかもありましたから、けれどもはいはね。い。あれは佐良くないと々木さん、思います。なるほどね、なるほどね。佐々木さんはそのあたりの横綱のあり方っていうのはどのように思われますか？そうですね。結構難しいところだと思います。やっぱえり、水球場のところには品格力量抜群につきというふうに書かれているので、え、やっぱりそこはこう、重視して見ていきたいなというふうに思ってますし、うん、ファンの方もそういった視点で、横綱に期待する面は、うん。とても大きいと思ってます。たなるほど。だ、それぞれやっぱり横綱の考えもありますし、うん、やっぱりどうしても豊昇龍って今、横綱になってからこう、優はい。勝できてないあたりが、果たして横綱としてふさわしいのかというか、横綱の力があるのかっていう見方されちゃうとは思うんですけうん、れども、うん、ただ今、相当苦労してもがき苦しんでると思ってるんですけれうん。ども、まあそういったところにまあ寄り添いながらこう見ていくっていうのも、メディアとしてはやっていきたいなと思ってるところですうん、なるほし、ど。優勝できてはいないんですけれども、どうにかこう、横綱として、生きていこうという気概は、見ていて感じるところではありますね。なるほどね。9月場所なんかも、それこそ青錦に負けるまでは、めちゃくちゃ強かったですよね。もう勢いが。
あったし、それから、本割で、最後に大野里と当たった時の、あの出足と、迫力っていうのは、大野里も全く相手にできなかったっていうようなところがありますよね。それに、優勝決定戦で大野里確かに勝ちましたけれども、それもまあ、ギリギリの、なんて言いますか、いい勝負、短い勝負でしたけども、いい勝負だったというので、どうでしょう、佐々木さん。決して豊昇龍はそんなに弱いわけじゃない、横綱にふさわしくないなんていうような弱さのあるようなもんじゃないですよね。結構そう、強いです。そうですね。今場所はやっぱり、序盤を引っ張ったのはもちろん豊昇龍ですし、はい。やっぱり大野里の対戦成績を示す通り、今場所は、存在感を示したと思っています。なるほどね。ただ、やっぱり先場所もそうですけれども、大事なところでちょっと怪我が重なったりとかですね、おー、今場所についても、まあ、千秋楽は全く話をしなかったので、はい。わからなかったところなんですけれども、えまあ、先週末の花相撲で出てきて話したところによると、大野里戦の本割のところで、右の人差し指を脱臼していたっていうことを、まああ、明かしているわけあ、なんですよね。なるまあ、こほど。の怪我についてか、自らこう、まあ、本場所終わってからとはいえ、明かすことがいいのか悪いのか、まあ、そはい。れはいろいろ見方はあるところではあるはい。んですけれどはい。も、まあ、そういった事情を聞くと、あんまりタイミング良くないところでちょっと怪我が重なっちゃうのは不運かなという見方もありますね。なるほどね。豊昇龍が横綱になった時は、10月、今月ですけど、10月にロンドン場所があるから、横綱がいないということでは話にならないから、横綱なんとか作りたかったんじゃないか、なんていう声をちょっと聞いたんですけど、佐々木さんはその辺どう思われますか？そうですね。協会側とか審判部は、その、ロンドン公演との結びつきについては一切触れてはいないんですけれども、はい。まあ、経緯を見るとそうなのかなってちょっと想像してしまうところは正直ありますよね。ああ、なるほどはい。ね。新井さんどうですか？もはい。しも配慮がなかったら、もしも今も豊昇龍大関だったら、横綱にひょっとしてなれなかったかもしれないけれども、名大関になれたんではないかっていうような、そんな想像はしてもいいんでしょうか？それとも、そんなこと考えない方がよろしいでしょうか？まあ、いずれこうね、チャンスをつかんでうん。上がったんじゃないかなと思うんですけども、ええ。まあやっぱりタイミングが良かったというか、はいはい。照ノ富士が引退して、はい。横綱、このままだと不いなくなる。在になってしまうとはい。いうところで、まあ豊昇龍が、まあ優勝して、うん。まあ、直前場所でね、平幕にうん。参拝して上がった例ってもうないんですけども、はい。まあそこでやっぱりロンドン公演があっうん。て、っていうのも、まあ流れっていうかね、うん。そういう空気感からしたらもしかしたら、そういう見えない力もね、うん。働いたのかなという、なるちょっとほど。想像しちゃう部分もありますよね。なる確かに。ほどね。まあ、そういう、なんていうんですか、時代の流れというのはどうしてもいつの時代にもあることだとは思いますけれども、さて、この大野里、豊昇龍に続いて、琴櫻、それから青錦。青錦については、この次回に思い切り青錦だけで喋っていただこうと思うんですけれども、琴櫻ほか、横綱に、こう、将来、なるだろうというような力士を挙げてもらうことはできますでしょうか？佐々木さんから聞こうかな。どうではい。すか？あの、前回の収録の時も少しおはい、話ししたと思うんですけれはい。ども、太郎さんも先ほど挙げてましたけど、王鵬はまだまだ伸びしろがおー、あると思ってます。はい。長い目で見れば、可能性は十分あると思いますし、なるほど。これも前回の収録でもお話しした通り、はい。まだ前相撲すら取ってませんけれども、落ちる采配が一気に来るんじゃうないかなという可能性もわー。十分あると思ってます。落ちる采配というのは、照ノ富士がいるおかげで、なかなか力士になれなかった。要するに伊勢ヶ浜部屋の中では外国人力士が一人しか登録できないので、照ノ富士がいる限り研修生でいたけれども、
本当はまだ、力士もなってないけれども、幕下上位ぐらいの実力はあるぞって言ってた力士ですよね。そはい。の力士が将来的には、横綱まで行くぐらいの実力があるぞというのが、佐々木さんの見方ですか？はい。わあ、もうすごいな。あ今場所の、もやっぱり、部屋の関取衆とか、はい、親方に聞いてもですね、はい。やっぱり稽古場での実力は確実にやっぱ三役クラスであるってことは間違いないんですよね。えそんな強いですか？ええー何か稽古の中で関取相手にやっていて、15勝3敗だったらしいですよね。その後に、記者の方がインタビューしたら、3敗もしてしまったというふうに言ってしまったという、関取相手に、まだ前相撲も取らない力士が、そんな言い方をしたんで、みんなが驚いていたというぐらい、これはちょっと、超ビッグな力士がもうすぐ出てくる。もう出てくるんですかね、確か。あの、照ノ富士に対して。次の九州場所で、はい。前相撲を取りますね。ああ、そうですか。そうしたらその辺から注目です。力士、しこ名はまだ決まってないんですか？えーっと、次の場所で発表されます。そうですか。なんか本当はご存知のような感じがちょっと今しましたけれども、違いますが、まだ発表はされてないというこはい。とですね。でも落ちる采飯という本名出ましたんで、そしたらもう一人が、ここでもう名前挙げちゃいましょう。オトコンバという、身長が197センチ、体重が170キロうんのモンゴルの力士ももうデビューするそうなんですね。明徳高校から東洋大学中退して、入ってた。この身長197っていうのは結構な身長ですけども、この力士は佐々木さんいかがですか？彼もめちゃめちゃ強いと思います。やっぱり玉ノ井部屋の関取衆に聞いても、はい。相当強いことは間違いありません。ですのうん。で、おそらくその落ちる采飯と男ンバとは、九州場所の前相撲で対戦するわけなんですけれども、おー。やっぱり、いくら稽古場で強いとは言っても、うん。本場所のプロの土俵っていうのはまたちょっと雰囲気違いますから、はい。うどっちも緊ん張するので、はい。落ちる采飯横綱になるんじゃないかって言っちゃってますけれども、え前相撲は何が起きてもおかしくないんじゃないかなって個な人的には思っるほど。てますね。あ、そうですか。それは佐々木さん言い訳ではないでしょうね。言い訳ではないです。長い目で見れば確実に実力通りの番付にはなると思うんですけれども、ああ、なるほど。いきなり最初の相撲っていうのは、やっぱりちょっと違う要素も入ってくると思うので、なるほど。一発では何が起きてもおかしくないかなとは思います。なるほど。そういえば、大野里もよく負けましたもんね。しょっぱな負けたりもしてましたからね。新井さんいかがですか？今出た二人の、モンゴル勢というのが、将来的には。もう、はい。一郎さんの言う通り、将え来確実に三役以上のね、もうまあ近うん。い将来ですよね。まあ一年半後ぐらいにはうはい。ん三役ぐらいいると思いますけども。ああ、そうか。一年半後、もうそんな時にそういう力士が出てくるんだ。えびっくりだ。なるほどね。というようなことで、日本人の名前が出なかったんですけれどうんも、日本人力士の。新井さんいかがですか？日本人力士で今、王鵬という名前が一人上がっただけで。そうですね。あえーとはまあ、草のあたりも、はい。はい、可能性はあると思います。可能性は、なるほどね。ええうん。その他にはないですか？その他に、うんでまあ、横綱となると、なるほど。なかなか難しいかなと、感じでなるほど。すよね。佐々木さんはいかがですか？日本人の横綱候補を挙げていただくとなると。やっぱり横綱候補っていうのがなかなか勇気いるんですよね。失礼しました。はい。はい。は勇気出してください。い。いや、でもやっぱ王鵬には本当に期待したいと思ってます。これはもう年あ齢とかの問題ではなくて、あ、はい。着実に一歩ずつ進んでますから、今のとはい。ころ、年々自己最高位を更新してきてますんで、はい。まあ、今年は最高位がまた去年、なんですかね、まだ、今年ですもんね、初場所関脇っていうのが最高位だったので、はい。
また来年は、九州場所を足がかりにして、大関昇進への道っていうのも、なくはないんじゃないかなと思います。なるほどね。いやー、いろいろ横綱中心の大相撲というのもなかなか面白いと思いますが、男んバトという名前と、落ちる采飯。この名前は、この視聴者の見て、番組見ていただいている方も、ちょっと覚えておいていただきたいなというふうに思います。さて、どんなしこ名で登場してくるのかわかりませんけれども、相当の実力者ということのようです。という中で、今回、全く話をしてもらわなかった、青錦、について、最後に、次回の番組では、新井さん、はい。佐々木さん、思い切り喋ってください。青錦はなぜ強いのか、一体どこまで強くなるのか、どんな力士になるのか、そのあたりのことをよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございありがとうございました。ました。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムは、今週のテーマ、横綱大活躍の秋場所から大相撲の未来を語るのエピソード3、次の横綱になる力士は、青錦は横綱になれるのかです。引き続き、新井さんと佐々木さんと共にお送りします。それでは皆さん、次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。